い、皆さんこんにちは。モンタと手帳のモンタです。本日の動画はほぼ日アベク後期の紹介とその使い方についてお話ししていこうかなと思います。はい、皆さんどうでしょう今年の手帳は続いておりますでしょうか。2024年もね6月に入って今年のね手帳がちょっと中だるみしてくる時期だったりね、挫折した手帳があったりしませんか私は見事にね挫折してる手帳があるんですけれども、この時期って手帳ユーザーからするとね、6月仕切り直しのタイミングだったりしてね、ちょっと使い方を変えてみようかなとかね、下半期に向けて手帳会議してみたり、気が早いようでもね、そろそろ2025年のね手帳どうしようかなと考え始めてる人もいるんじゃないでしょうか。私もそんな中の一人なんですけれどもそう私ね今年はねとにかくね閉じ手帳を挫折しまくっててこんなに閉じ手帳が続かないってことはなかったんですけどね、その分自分も変わってるのもある分、システム手帳のね使い方が変わって、システム手帳は自分なりの使い方が見えてきたっていう感じなんですけれども、そんな閉じ手帳挫折してるって言ってる私がね、また閉じ手帳、しかもね閉じ手帳界の王者ですよねほぼ日を買ったんかいって話なんですけれどもそう今日はねこの7月1日から使えるほぼ日アベクの後期を紹介している動画がねちょっとあんまり見当たらなかったので、この中身の紹介とそんな閉じ手帳がね続いていないっていう私がなんでこのほぼ日を買ったのかとこの使い方についてはねちょっとお話ししていこうかなと思います。2025年に向けたね手帳会議だったり、下半期のね手帳会議に向けてまた一つ参考になれば幸いです。で、今使っている閉じ手帳もね途中チラチラっとねお見せしながら、システム手帳と私がどうやって使い分けしてるのかっていうのも、お話ししていこうかなと思います。気になった方はぜひ最後までご覧ください。はい、では私のチャンネルではこうやってね手帳関連のことだったり、普段はシステム手帳関連が多いんですけれども、使い方のね紹介とか、あと自作リフィルの配布もしております。ちょっと気になるなと思ってくれた方はぜひチャンネル登録をして次の動画もお待ちくださると嬉しいです。はい、では本題に行きますね。でまず、このほぼ日をね開封していきましょうか。今回はまっさら全く開けてない状態になってます。私ね実はねほぼ日もね過去に挫折してて2019年かな、オリジナルサイズ、この A6 サイズですね、もうバレットジャーナル風に使おうとして、そう1日1ページは足らなくなって、で MD ノートの英語サイズに移行して、でほぼ日の使用感がとても好きだったんで、2020年はねカズンの同じくこのアベクの後期を買ってね、バーチカルが欲しかったんでね、でも綺麗に書きすぎて早々に挫折してますはい、じゃあ紹介していきますね。はい、こちらのほぼ日アベクですねは7月1日始まりの手帳になってますね。はい、でこれですね、これほぼ日手帳をね買うとね毎年ついてくるやつですね。これ結構ね毎年いいですよね、かわいい。そう私ほぼ日のオリジナルとか数挫折してからウィークスに移行したんですよ。でウィークスはね3年ぐらい使ってました。その時にねほんと閉じ手帳っていうかほぼ日ねで今年は何を使おう、何を買おう、どんなのが出るんだろうっていうこのワクワクですよね。もう本当に毎年使わなくても楽しみにしてるんですけど、そうね、皆さんも同じですよねそう中身がこんな感じになってますね。こんなに書けるライフのでこれなんかあれですね、使い方が出てますね。イラスト描いたり、これウィークスですね。そうデイフリーもありますよね、ほぼ日。そうで5年手帳もね私使ってるんですけど、これも書けてなくて、で今年4年目なんですけど3年目の中盤からね書けてなくて、
で今年来年どうしようって思ってます。書けよって話なんですけど書いてないです。で本ですね。そう本もね英語版が出ましたよね、今年から。こんな感じになってます。このイラストもめちゃくちゃ可愛いね。なんか切って貼りたいような感じもしますけどね、こんな感じのお知らせチラシが入ってます。可愛い。はい、こちらのアベクなんですけれども、本来は前期と後期のセットで販売されています。セットで売ってるのをね見たことあるよっていう方も多いと思うんですけれども、前期後期のセットは通常のほぼ日手帳が販売開始になるね9月から販売していて、この時点では前期後期っていうのを別々に購入することはできないんですよね。でこの後期は単品で購入しているんですけれども、この後期を単品で購入したい場合は通年ね6月1日からとなってますね。だいたい前後はあるかもしれないんですけれども、だいたい6月1日から販売スタートになってます。でこの単品で販売してるのでお値段も安くなってますね。1年分の通常のほぼ日がこの A6 のオリジナルのサイズで2420円なんですが、この後期の単品だと、1375円になってます。英語サイズのカズンだと通常版がね4290円で、後期単品だと2365円ってなってますね。でこの6月に販売開始の7月スタートのね手帳なので、この時期にちょっとね新しい手帳を使ってみたいなとか、2025年来年ですよねはほぼ日使ってみたいなっていう人にはねぴったりなのかなと思います。私みたいにね近所にねロフトとかねハンズとかあれば、この6月っていうこの時期はね1月始まりのほぼ日とかが半額とかでね店頭に並んでたりするので、実店舗でね購入できるよって方は、通常版のほぼ日とねこのアベクと両方選べる時期なのかなと思います。私はね結婚前はね神奈川に住んでたんでねそんなことも可能なエリアだったんですけれども、今はのんびりとね片田舎生活なんでもっぱらネット購入がメインですちなみにねこのほぼ日アベクは公式はもちろんですね、楽天のほぼ日の公式ショップですね。で、1冊から送料無料で購入できるのでね、気になった方は楽天からの購入がおすすめかな。で、公式はほぼ日の公式は1万1000以上ね買わないと送料が発生するのでね、公式にしかね売ってないアイテムもあったりするので、そこはご自身の判断で、選んでいいかなと思います。でちなみになんですけど、私これはもうこのまんまカバーをかけずに使おうと思ってます。ほぼ日のオリジナルのカバーってねたくさん出てると思うんですけど、オリジナルのカバーをつけちゃうとこれ薄いやつなんでちょっとやっぱ緩いんですよね。なのでこれはこれ単品でねもうこのまんま使ってこうかなと思います。私はこれはね持ち歩きは考えてないので、もうこのまんまお家に置いとくつもりです。これはこれですごい可愛いですよね。では中身の紹介ですね。ほぼ日のオリジナルと中身はほぼ一緒ですが、簡単にちょっと紹介していきますね。先ほど言ったように半年で1冊のタイプの手帳になってますね。このアベクっていうのはねフランス語で何々と一緒にっていう意味のアベクっていう風になってるみたいですね。で表紙に関しては表紙のカラーはねアベク前期、これの1月、これ7月からなんですけれども、1月から6月バージョンがライムイエローで、こっちの後期がこのアイスブルーになってますね。背中はこのボルドーって濃い赤茶色で、こういうのが通常版とは異なる色合いになってるようです。で薄さもね半分になってるんですよね。通常版の総ページが464ページに対して、こっちアベクの総ページが240ページになってるので薄いですよね。通常版もねページ枚数にしたら薄いんですけど、こっちはもっと薄くスリムに
なってます。で、アベクで収録しているページの内容はもう通常版と同じなんですね。おまけページの内容も一緒っていうことですね。で、おまけページっていうのはこんな感じでね、後ろの方にいろいろと書いてあるんですよね。タイムテーブルだったり、こんな感じ。グラフペーパーとかですね。で、好きなフェイバリッツ。で、マイ100ですね。ここ100リスト。ここほぼ日で使ってる人多いですよね。ウィッシュリストとかで使う人も多いと思います。で、今年はこれね、1年ごとに違ってたりするんでしたっけ？そう、1年ごとに違うのかな。今の私にインタビューって感じになってますね。今の私のことを考えて残しておけるページですだって。面白いですね。こんなクエスチョンが書いてある。ね。地球最後の日に何を食べるとかね。未来の私への一言って感じで書けますね。これ面白いですね。書いておこう。今年はね、作ってみよう季節のおやつです。すごいちゃんとレシピも載ってる。面白いですね。これ今次女がね、お菓子作りハマってるんでいいですね。こういうのあると。目をいたわる、休める。セルフチェック、こんなのもある。こういうの昔なかったですよね。24節気言えないさなってますね。こういうのもね、なんかパッと言えるとかっこいいですよね。そう、こういう意味とかね、私全然出てこない。40過ぎて何にも覚えてないっていうもしもの時の準備をしようとかですね。このほぼ日のダウンロードしてもなかなか使えますよね。面白いタイトルがいっぱいついてる。年齢早見表ですね。こんな感じになってます。そう、おまけページですね。で、前から見ていくとオリジナルとね一緒なんですけどね。こうやって今年、去年、来年、年間のカレンダーですね。ここインデックスページは6月からになってますね。アベクは7月の1日からなんですけど、ちょうど半分っていうことで、年間のインデックスページがこうやって6月から12月で2025年の5月まで入ってますね。なんかフューチャーログ的な感じで使う人もいますよね。私はフューチャーログには使わないんですけど、こんな感じ。インデックスのこの1日の幅がね結構あるので、結構書きやすいのかなと思います。で、こんな感じ。月間のマンスリーですね。A6 サイズでパッと見はちっちゃいんですけど、ここの一マスはそこそこに広いのかなっていう印象はありますね。書き込みやすいと思いますね。マンスリーは6月からになってますね。で、デイリーページがマンスリーは2025年の1月までですね。半年分やってます。で、こんな感じで1日1ページは7月からになってます。そうで、ほぼ日手帳のね使いやすさといえばこれですよね。糸がかり製本っていうことで180度フラットに開くっていう、ここね、ほんとこの糸がかり製本ってすごくね書きやすくて、そう、トモエリバーってすごく薄い紙なんですけど、こうやってね破れることなく綺麗に開けるのが、これほぼ日手帳の質のいいところですよね。すごく書きやすいです。で、ここですね、角も丸くなってるんですよね。すごい小さなカーブなんですけど、これもね曲がり防止の処置になってるみたいです。こういう細かなところ嬉しいですよね。で、1日のページのところにはこうやって月のね満ち欠けなんかも入ってますね。こういう月のね満ち欠けって私は結構ね見てると、今日は新月なんだ満月なんだっていうのが確認する程度なんですけど、あると結構嬉しいポイントになってます。で、そう、私の好きなポイントはここの方眼なんですよね。これね、ほぼ日は 3.7 ミリの方眼になってるんですよね。書きやすい大きさの
書きやすい方眼の大きさを追求して作ったって、ほぼ日のね公式サイトにも書いてあるんですけど、この 3.7mm ってすごく本当に私好きで、5mm の方眼だとちょっと大きく感じたりして、でこの 3.7mm だとね結構ほんと書きやすい、このマス目にも合わせやすいしね、一列飛ばしても書きやすいし、私は大好きな 3.7mm 方眼になってます。でね、あとはもうこの言わずもがななんですけども、ほぼ日といえばこのともえリバーですよね。2024年版からはねともえリバー S に変わってるんですけれども、またねこのともえリバーについて話してしまうとねめちゃくちゃ長くなっちゃうんで、この違いに関してはね他の YouTuber の方がねたくさんお話ししたりね比較してらっしゃるので、気になった方はね探してみてみてください。何にせよめちゃくちゃ書き心地のいい文字を書くのが楽しくなるのが、このねともえリバーですよね。システム手帳のリフィルもともえリバーがあるんですけれども、前にもねちょっとお話ししたんですけど、ともえリバーってリフィルにするとね薄すぎる感じがしちゃってすぐ結構破れちゃうんですよね。書くのは書き心地はめちゃくちゃいいんですけどね、こうやってね閉じ手帳にしてもらえるとね断然書きやすいので、私は大好きですね。ほぼ日の手帳になってます。でこのほぼ日を何に使うかっていうとなんですけど私2025年はほぼ日のね本をね使いたいんですよ。本はね発売されてからずっと欲しいなとは思ってたんですけど、ほぼ日の本はね今年で2年目になるのかな。発売されてからねずっと欲しいとは思ってたんですけど、用途が決まらずで、泣く泣く購入はねずっと見送ってたんですよ。でここに来てね唯一今年私が続いてるこの閉じ手帳、能率手帳のゴールドなんですけど、これをねちょっと持ち歩きにしたいなってふと思いついちゃったんですよ今はこの能率手帳のゴールドに家族のねログを書き込んでるんですよ。で家置きにしてるんですよね。でこれを持ち歩きにしたいなとふと思いついて、もう一冊あるのがこっち。我が家のね末っ子発達ゆっくりくんなんですけど、その、末っ子の成長記録にはこっちの4月始まりのルルバーン L サイズを使ってたんですよね。ダイアリーですね。2024年のダイアリー使ってたんですけど、これとこれをもう一冊にまとめたいなと思って、このほぼ日にねと思いまして、でこのゴールドは今家族ログとか書いてるんですけど、こっちには、自分の考えとかライフログとかにして、自分の一冊、もう自分自主じゃないんですけど、この1年こんな自分でしたみたいな一冊にして持ち歩きたいなと思ってて、でもこのライフログはもう一個候補があって、今ねほぼ日の週刊手帳のね4月始まりをまたちょっとお試しでね使ってるんですよ。ちょっと今持ってきますね。これなんですけど、今ねこれシステム手帳と一緒に挟んだりしてね持ち歩いてるんですけど、こっちにライフログなんかを書いたりしてて、この辺はねちょっと両方使ってみてどうなるかっていう感じなんですけど、ちょっと試しながらですね。でこっちのゴールドは普及版なので、この週刊手帳とほぼ同じサイズになってますね。この辺はちょっと候補としてあるっていう感じになるんですけど、でこの要するに家族のログで使ってるこの中身と末っ子の記録をこっちにまとめようかなと思ってます。でこのほぼ日のこの年間インデックス、ここはゴールドの月間で書いている1ヶ月の出来事インデックスみたいな感じで使ってこうかなと思ってます。お見せできるページがあるかな。
こんな感じで、ゴールドの月間ページはこういう向きで今使ってるんですけど、あったことのインデックスですね。こんな感じで体調のログだったり出来事だったり、支払いとかも書いてますけど、そんな感じで、ここちょっと写真が貼ってるんで後で多分モザイクかけるんですけど、こんな感じで5月からはちょっとシールも何もデコってないんですけど、ざっと出来事っていうような感じを書いてますね。この今書いてあることをこのまんまこっちに書いていこうかなと思います。サイズもそんな幅もそんな変わらないんで、むしろちょっと広がるぐらいなんでねを書いていこうかなと思ってます。で、ここの月間ページはこっちのロルエルでつけてる末っ子のこんな感じ、見開き月間で、療育のスケジュールと幼稚園のスケジュールを見開きでね、こんなことがあったっていうのが分かるようにちょっとつけていこうかなと思います。こんな感じですかね。ここのスタンプは、オーダーで作ったスタンプだったかな。で、青が幼稚園行事、紫が療育。ここのコンディションは、これは幸せハンコさんのコンディションスタンプですね。末っ子の、気分だったりっていうのをチェックしてつけてます。で、5月はもうすでにコンディションをつけてないっていうね、スケジュールしか書いてませんでした。で、6月はもうちょっと切り替えようと思ってたんでスケジュールは書いてないので、6月の末っ子のスケジュールはもう早速ねこっちに書き込んで使う予定です。ここですね。でロルもね、週刊ページの方に自作のリフィルをねこういう風に印字して使ってたんですよ。で最初の方は書いてたんですけど、なんかこれも使い方が違うなとかって思って、なんかもう使わなくなっちゃって、最初はで自作のリフィルだったので縦横いろいろ組み替えて使ってはいたんですけど、こんな感じで入ってないですね。こんな感じでね使ってみたり、いろいろ書くことはいっぱいあったので、こんな感じで月間でまとめてみたりとか、いろいろしてこんな感じでね使って、末っ子男の子なんで可愛くいろいろ書いてはいたんですけど、なんかちょっとこれも違うなと思って、いいんですけどなんかちょっと違ったんでこっちのほぼ日に家族と末っ子の記録をまとめて書いていこうかなと思います。でメインのここ1日1ページは、書くのは日記みたいな感じにはなるんですけど、もうデコとか全然考えてなくて、家族ごとにね色を別に分けて箇条書きでもうシンプルに、まとめていこうかなと思ってます。でこの書いた中身に関しては、お見せできるような感じであれば7月以降ね書き込んだものをお見せしていこうかなと思います。で私の中での使い分けの考えなんですけどね、もうとてもシンプルで、残したい記録は閉じ手帳で、捨てる記録っていうのはもうシステム手帳っていう風に思ってます。極端な言い方はしてるんですけれども、やっぱり1年1冊になってると保存しやすいですよね。1年これ1冊っていうのがあると。で閉じ手帳はね時系列を入れ替えができないからこそ、そのページが進んでいくともうそのままそれが記録になるじゃないですか。書いてなくても書いてあってもそれが全部思い出になってくる。これが閉じ手帳のすごい良さですよね。でそれが好きなとこなんですけれども、一方このシステム手帳っていうのは中身の入れ替えがねできるのがもう最大のメリットだと思ってて、でそこが使ってて楽しいポイントなんですよね。バチバチに書いてもガンガン入れ替えるみたいな。で次々に情報更新をしていって必要なものを詰め込める。
なのでスケジュール管理とか情報を更新したり、あとはその中から残しておきたい情報を取っておいたりで、不要なものはどんどん捨てる。でも不要かどうかっていうのは結構書いてみなきゃ分かんないこともたくさんあるので、取捨選択できるツールっていうのがこっちのシステム手帳なのかなと思ってます。なんで簡単なんですけどね、まとめると閉じ手帳っていうのはもうゆったりとね浸れる手帳、見返したいなとか、こんなことあったなみたいな感じでゆっくりと思い出を、巡る手帳みたいな感じで、システム手帳はもうね一緒に揉まれながらね共に戦う戦士みたいな感じの手帳っていうのが私の今のスタンスになってます。はい、ではこんな感じで手帳とともに生活をしながら手帳を使うことでより日常がね楽しくなったらいいなと思ってね、手帳が好きだったり手帳を使ってみたいなと思っている方の参考になればと思って動画を投稿しております。今日の動画が面白かったとかね、ちょっとでもなるほどねって思ってくれた方はぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちくださると嬉しいです。でまたインスタのねアカウントとかもねお持ちであれば、結構日常のねボソッとつぶやきだったり、こんなリフィル作ったよとかね、最新の情報をインスタでも発信しているのでフォローしてみてください。はい、ではそれではまた次の動画でお会いしましょう。モンタでした。またね。